皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍は再び大きな失敗をするかもしれないということを皆さんにお伝えしようと思います。まず、現在のところウクライナにおける戦況というものは、全体として言えば膠着しているという表現がぴったり当てはまるでしょう。というのも、何日間にもわたって戦況を毎日見ていったとしても、大きな変化というのはあまり見られず、じわじわとこの部分については少し動きましたよといったような小さな話題が今は多くなっています。もちろん毎日のように砲撃やロケットの撃ち合いといったものが行われていて、微妙に陣地の前進や後退といったものは見られるわけですが、それが国土全体を見た時のその俯瞰した視点から見れば大きな変化は見られないのです。それに伴ってロシア側が大きな失敗を繰り返そうとしているのが、ウクライナの東部戦線ドンバス地方の主要都市の一つであるセベロドネツクをめぐる攻防戦です。このセベロドネツクというのはルハンシク州の最後の拠点と言われており、ここを落とすことができればロシア側としてはドンバス地方のその半分ルハンシク州を完全制圧したと宣言することによって、今まで失敗続きだったロシア軍にしてみるとようやくまとまった成果を発表できる、そうした良いタイミングでもあります。これまでの戦いにおいては、ルハンシク州のこの戦いというのは、北から南へ、東から西へ、南から北へといって、三方からの攻撃が集中する地点であり、ウクライナ軍としてもじりじりと後退をせざるを得ない状況でした。そのために最後のこの町がいつ落ちるのかといったことが話題になっているわけですが、現在のところセベロドネツクの戦いというのはその市街戦に移行することによってどうやら長期戦になりそうな雰囲気を見せています。さて、そのような状況の中でロシア軍が犯そうとしている失敗というのは、焦りすぎなことによるまずい攻めが発生しています。まず第一に、そのようなまずさというものが原因となってロシア軍の将軍の一人が戦死しています。ルハンシク州においては現在のところ政治目標として2つの命令が軍に下されていると報道されています。まず第一はセベロドネツクを6月10日までに完全制圧しろという目標とともに、2つ目の目標はそのセベロドネツクにつながっている補給路を完全に遮断せよという命令です。期日が定められていることによって、ロシア軍の司令部にはそこまでに何とかしなければならないという切迫感があります。そのために前線に将軍クラスの人間がやってきて部隊を鼓舞し、そして前進を命じるわけです。ところがこのようなことは当然のようにウクライナ軍にしてみれば、砲撃範囲に敵の司令官がやってきたという格好の目標となります。ロシア側の通信というものはウクライナ側にかなり筒抜けになっているということが以前から言われています。これはウクライナ軍の諜報部隊の活躍だけではなく、西側諸国からの情報提供などをもとにしてロシア軍の主要人物がどこにいるのかをある程度把握していると言われています。ですから6月10日までに何とかしなければならない、部隊を前へ進めなければならない、おじけついている兵士がいるのであれば、これを何としても、たとえ脅したとしても構わないから占領地域を広げなければならないと必死になった司令官が前線に出てきて、そしてそこを見事に砲撃されて殺されてしまったというわけです。このような上級司令官の選手というものは当然のように現場に混乱をもたらします。その混乱が影響したかどうかは分かりませんが、セベロドネツクの市街戦においてはウクライナ軍がかなり押し返しているという報道が出ています。この点についても注目すべきポイントは、これまでの戦いは草原における砲撃戦や塹壕を主体とした陣地をいかにして乗り越えるかといった話だったわけですが、これはロシア軍にしては基本的には取り組みやすい戦いでした。というのも、陣地を攻撃する際に役立つのは基本的にはどれだけ大量の砲撃を行うかといったようにして、あまり兵士の士気とは関係ないのです。ところが市街戦に突入すると、守っているウクライナ軍には装甲がなかったとしても建物という盾ができることによって様々なところで待ち伏せ攻撃がしやすくなります。ですから砲撃をいくら加えたとしても建物で避難していれば、それによって被害を受けない兵士たちが常に待ち構えている状態であり、さあ攻め込むぞとなった時にその兵力が足りなければ反撃にあって、その反撃にあったロシア兵が戦う意欲が低ければあっという間に蹴散らされてしまうのです。ですから草原においては大量の砲撃を行ってウクライナ軍を町へ追いやったとしても、さあ市街戦となって占領するにはロシア軍の戦う意欲というのがあまりにも低すぎるのです。
この辺りロシア軍の現場の混乱と士気の低さといったものがあって、セベロドネツクはなかなか落ちないことになりそうな雰囲気があります。そして少し視点を高く持った場合において、ドンバス地方において何としてでも制圧しなければとロシア軍が焦っている一方において、その後方地域、ウクライナ第2の都市ハルキウ周辺においてはウクライナ軍の反撃というものが少しずつうまくいっていて、占領された地域の奪還が進んでいます。これに伴ってドンバスへとつながる主要幹線道路に対してウクライナ側の砲撃可能になりつつあります。これによって補給路が脅かされれば前線に対する燃料や武器弾薬というものが滞るようになってしまいます。もちろんこれは完全に遮断するまでは少し時間はかかるわけですが、しかし前線においてそのような弾薬の欠乏が起これば当然のようにこれまでのような猛烈な砲撃などできなくなります。補給が細ってしまえば前線において戦うことはできなくなる。その結果何が起こるかといえば、それはウクライナの首都キーウを狙った攻略戦に失敗したのと同じように、ドンバス地方においても弾薬が足りないことによって攻撃が緩んで、それによってウクライナ軍が陣地をさらに固くしてロシア軍の占領が遅々として進まないという状況が生まれつつあるわけです。こうした全体の状況がだんだんとロシアにとっては思惑通りに進まないんだなという一方において、ウクライナ側に対する支援というものも徐々にですが実を結びつつあります。これまではアメリカを中心として榴弾砲の提供といったものが非常に盛んに行われていたわけですが、ここ最近においてはようやく戦車の提供の話なども進みつつあります。旧ソ連製の兵器である T72 などはポーランドから大量に提供された話などがありますが、いわゆる欧米製の戦車についてはこれまではなかなか話が進んできませんでした。ここに来て浮上したのはスペインがドイツ製の戦車であるレオパルト2を再整備して渡すのではないかといった話などが出ています。本家本元であるドイツの方で話はなかなか進まないのに、他の国から提供する話が進むというのは結構面白い話ですが、これには一つ事情があります。ここ最近のドイツはどちらかというと自分自身がウクライナに兵器を提供するのではなく、ウクライナに提供する第三者に対して自国の兵器を提供するといった動きを続けています。例えば装甲車を送るんであれば、その空いた穴にドイツ製の装甲車を送りますよといった形で直接支援ではないのです。これと同じような話として、戦車を送るんであればその空いた穴にドイツ製の戦車を提供しますよといったことも行っていますし、対戦車兵器であるとか砲弾であるとか自走砲であるとか、それら様々なドイツで生産できるものについてはなるべく自国からの提供を進めようとしています。この背景にあるのはドイツ以外の軍需産業とそれぞれ各国における市場を取り合っている事情があります。例えば古い兵器をウクライナに送るのであれば新しい兵器を改めて生産し提供する、そのような立場をドイツは取ろうとしているわけです。ドイツは基本的に EU 内における経済大国ですし、また国内においても軍需産業があります。ウクライナに世界各国が兵器を提供するときにおいてアメリカだけがシェアを伸ばすであるとか、ドイツ以外の軍需産業ばっかりが儲けるような光景というのは彼らにしてみれば快いものではありません。ですからウクライナに提供するんであればぜひともドイツ製の兵器をあなたの国に提供しますよということを積極的に推し進めているわけです。このように世界各国の思惑が様々入り組むことによってあまりすっきりしない部分はあるわけですが、少なくともウクライナに対する兵器供与というものは大まかに言えば前進しています。それに比べるとロシア側では在庫の兵器をどんどんと投入するしかないといった話はこれまで行ってきました。新しい兵器をどんどん投入することは現在のロシアにとってはほとんど不可能で、そのために在庫の兵器を何とか修理したりもしくは再整備して前線へと投入するわけです。そのような状況がだんだん行き詰まりを見せていますよという話として、私は1960年代に生産された T62 戦車が前線へ向かっているという話を以前の動画で話しました。しかし半世紀以上の前の戦車であり、そのままであればとてもではないけれど損害が非常に大きくなって使い勝手としてはかなり難しいんじゃないかなという話もその時行いました。その後の続報として何の整備もなくさすがに送らないだろうなと思っていたら、新しく出てきた情報によるとトップアタック、つまり上部装甲に対する防御力を少しでも高めようとして
補強された戦車の姿が出てきました。今のところこの半世紀以上の戦車については、ドンバス地方ではなく、ヘルソン州におけるウクライナ軍の反撃作戦に対抗するために、ヘルソン州で走行している姿が見られているそうです。ただし、整備がまともではなかったのか、戦闘とは関係なくもう壊れたんじゃないかなという映像なども同時に出てきているので、果たして何両が前線にたどり着けるのかなといったことなどもちょっと思ってしまいます。こうやって話している間においても、ウクライナでは各地で戦闘が起こっており、そして戦闘が起こっていない地域においても、ロシアからのミサイル攻撃などによって、ウクライナの国民が亡くなっていたりします。日本国内における報道も少しずつ減りつつある状況ですが、私自身はこの戦争は非常に長くなるだろうと思っているので、人々の心が戦争慣れしてしまって、たとえどのような残虐行為が起きても全く気にしないようになってしまう、そのような麻痺状態にならないことを願っています。何にしてもロシア軍の下手な指揮というものが再び戻ってきたなという雰囲気を少し感じるので、このままどうか自滅してくれればいいのになというふうには思ってしまいます。皆さんは現在の戦況をどのように分析しているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。